はい、皆さんこんばんは。マイチューンド RC カーヤワ第5夜は世界戦に出たホーネットの話をします。今はさることほぼ40年前、1985年、アメリカのカリフォルニア州デルマーという場所にありますランチピットショップレースウェイという場所で開催された第1回10分の1電動オフロードカー世界選手権に日本選手団の一人として参加されました下鳥義明さん。残念ながら10年前にお病気が元でね亡くなられたんですけれども、ボディのカラーリングで見覚えある方もいらっしゃると思いますが、雑誌のみならずテレビなどのメディアでも紹介されてとても有名だった方です。世界選手権に先立ちます半年前、静岡のタミヤサーキットで行われましたオフロードミーティングでね、僕の4読ホーネットを使って出走してくださいました。その縁でね、世界戦の車も手掛けさせていただきました。これを作った当時、僕は高校2年生、誕生日が来る前だったので、まだ16歳でした。では、恥ずかしいけど、細部をご紹介しましょう。はい、ボディを取りました。シャーシを見てみましょう。4読ホーネットと言いましても、リア周りは、ホーネットの部品ではなく、ホットショットの足回り、ギアボックス、そのまま移植しております。というのはね、個人が渡米するわけですよね。そうするとそんなに荷物もいっぱいは持っていけないわけで、2輪駆動と4輪駆動と部品が全然違うってことになると、その分だけ荷物が増えるじゃないですか。タイヤだとかね、そういうのも含めて二輪駆動の最新がなんだ、多分ワイルドワンかなんかかな。まだフォックス多分出てなかったと思う。フォックス出てたかな、ごめんなさい。ちょっとその辺定かでないんだけど、二輪駆動と四輪駆動とタミヤさん異なるホイールで出してたんで、結局それだけほら荷物が増えちゃうし、ちょっと合理的じゃないじゃないですか。だからホットショットと共用してギアだとか、あとドライブシャフトだとか、そういった関係のものはもし何かトラブルがあったらホットショットからね調達できたり、その逆ももちろんありだし、やりくりできるように。FRP のプレートによる連結部品です。バッテリー外すときにこの後ろのこのネジ外して後ろ回りガポッと取らないと出てこないんですよね。これもう電池むき出し。1、2目のためのリンク類、かなり力技ですね。であと補強でこれ、効いてんのかな。ホットショットなんでね、リアの頭角がゼロですね。タイヤ合わないと絶対走んないですね。ショックユニットに関しては左右独立したものがついてて、このショックユニット、これなんだろうな、東京丸井のギャラクシーかなんかについてたやつだと思います。スプリングもおそらくギャラクシーのものではないかな。ボールエンドがつく場所を増設してありますね。本格的なね、バギーのレースっていうの知らなかったんでね。フラットだと走るんだったらこのぐらいでもいいかなっていう感じの仕様です。フロントセクションは、ノーマルのスイングアームの端っこ、ハブキャリア部分をカットして、そこにボールエンドをくっつけて A アーム化したローアーム。そして、リンクで、組んだアッパー A アーム。上は、リンクを2組使って、アッパーアームとトルクロッドで構成された A アームになってます。で、キングピンなんですけども、これ面白いんだけど、ノーマルの、スプリングのシャフトありますよね。ホーネットだとフリクションダンパーがついてるところ、こうやってピコピコ上下するところ。ネジがキングピン代わりに使われてる
で、これ、ちょっとね、まあ、そうですね。やっぱり子供らしいっていうか、部品がないから、なんとか利用で作っちゃえっていうね、そういう足回りになってます。僕自身がろくな工具持ってないから、カッターとか、金の子とか、で、あと穴開けはハンドドリル。だから板とかはね、全部金の子でね、切り出してあって、あとこういった部分はニッパーだとか、カッターですね。で、それでね、加工ができるっていうのでね、タミヤ車使ってたのもあるんだけど、タミヤのほら、車ってプラスチックでできてるじゃないですか。少年が加工しやすいんですよね。バネもダンパーも見えないんで、これどうなってんのっていう風に思われる方もいらっしゃるかもしれません。スプリング、これです。トーションバー。で、トーションバースプリングってね、動き始めはすごい柔らかくて、奥の方に行くに従ってこう踏ん張るっていうね、そういう特性があります。コイルスプリングでいうね、荒巻きのスプリングに近い動きをします。それで、ダンパーなんですけれども、ここわかりますかね、これ。これがダンパーです、実は。これはフリクションダンパー、横置きのフリクションダンパーになってるんですけども、この字金具ですね。ここノーマルだとここにくっついてる、この字金具が。で、そこに、これも見たことある部品だと思うんですけど、ここから生えてるやつね、ノーマルのフリクションダンパー用のピボットですね。これを横置きに使って、ここですね。ここをこんな風にして、締め込むことで、ダンパーの利きを変えてやることができます。まともなオイルダンパーがなかったんですよ。まあ、信頼性のないオイルダンパーを使うよりは、いい感じなんで。で、キャスターからキャンバーから何からね、トレッドもですけども、全部フルアジャストできるんですね。まあ、そういった利点はあります。で、ここに入るね、スペーサーの種類とか、そういうのをいろいろ工夫すると、キャンバー変化ももうちょっと増したりとか、そういうのもできます。ただね、クラッシュに弱いんですよ。大げさなぐらい大きなバンパーがくっついていますけれども、このね、トルクロッドがぶつけると面白いように曲がるんで、このぐらいのものはやっぱりどうしても必要だったんじゃないかな。補強なんですよ。で、要は、シャーシをひねるとね、この辺がね、大きく歪むんですけど、ここの歪みがね、抑えられれば、全体的に逆に言ってシャーシが変形しなくなるはずだ。いうふうに当時の僕は考えて、ここにこれ貼り付けちゃったんだね。なんか接着剤でくっついてるみたいなんですよ。うちに来た時メカついてなかったんで、おそらくですけど、おそらく、シモさんは多分サーボコンテストかなんか使ってたんじゃないかな。アンプに関しては、おそらく、3話のスピコン線じゃないかな。モーターは、今はちょっとテクニゴールドつけてますけれども、当時は、ここになんか、星スピードって書いてあるんで、シモさん星スピードのモーター使ってたのかもしれません。星スピードわかりますかね？古くからのファンの人だったら覚えてるかもしれない。アンテナマウント。これ何のやつだっけな。見ての通りの構成なんで、ものすごくね、軽くて、現地ではね、バッテリー積んでから持ってこいってね、言われたことがあるらしいです。はい。突発インプレッション。いつもの芝生です。モーターはテクニゴールドですね。足がよく動く。お、なんだこれ、フロントタイヤがいっちゃってるの。あ、ホイールが割れてる。ホイールが割れてる。これ大丈夫？これホイールバラバラになりそう。さあ、気を取り直して、よいしょ。ホイールが壊れてしまったんでしょうがないんで、
ちにあった手持ちのねホイールとタイヤ特性多分相当変わるなと思ったんだけど、別にそうでもないですね。ちゃんと走れます。思ったこれ以上に素直ですね。走りが軽い。さっきのフォックスのタイヤの方が入りが素直だったような気がするけど、ワイドリブでも十分いけますね。でモーターテクニコールですよ。ラフに開けてもアンダー出るだけで、芝生の上だったらね全然普通に走れますね。で高ゼロなんでねちょっと心配してたんだけど、別にラフに扱わなければ普通に走りますね。いや驚いたのは足がすごくいい仕事をしてるんです。もう見ててもねすごい足がよく動いてる。まあ減衰力はね全然不足してるせいもあるんだろうけど、これはこれで面白いです。でもやっぱりフォックスの純正タイヤの方が操縦性は好みかもしれない。ちょっとワイドリブだと少しオーバーステアですね。入りで失速しちゃうような気がする。十分走るね。面白い。再度やってきました。フロントホイール割れたんでね、グラスメッシュと瞬間接着剤で貼ってきました。まあ40年も経つからね樹脂ボロボロだよね。やっぱりこのフォックスのというかワイルドワンのフロントタイヤはすごく素直、操縦性が。いや面白い面白い。なんだろうな、もうちょっと気難しいかなと思ったんですけどね。リアに塔ついてないし、タイヤのグリップバランスのせいもあるのかな。減衰力は完全に不足してますね。後ろはもうポン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 跳ねてます。ジャンプ飛べないからね。ちょっとジャンピングスポットでもなんか前転しそうで怖いんだけど。やっちゃった。こっちのフロントかよ今度。というわけで東洋から来たけったいな車なんですけれども、なんか100人ぐらいいる中でとりあえずビリではなかった。ハイエンドオフローダーに混ざって走ってこの状態でタイヤもねこんなんしかつけられないし、ホットショットだから下さんすごいな。生前下鳥さんと親交の深かったスーパーマシン編集部のね、ヤンマーこと山上さん、それから矢島が編集部の大出さんですね。遺品の整理されて下鳥さんのね所有されてたモデルはそれぞれ皆さん形見分けみたいにしてね今多分大事に持ってらっしゃると思うんですけれども、この車は僕が制作した車っていうことで送ってくださいまして、ちょっとレストアして走れるようにしたと。僕が生きてる間は走れる状態をこうやって維持し続けていきたいと思います。下さん安心してね。ということで、今日のお話はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。それではさようなら。